今日のモカツは SD ガンダム BB 戦士制作動画シリーズ。今回はナンバー123、1994年に展開された新 SD 戦国伝7人の超将軍編から後期ガンダム。前回その1の動画軽装タイプに引き続き、今回は武装パーツを製作後期ガンダムを作りました。組み立ての様子はここから説明書に沿って記録をしています。鬼切丸の鞘を組み立てます。兜を組んでいきます。説明書の順に沿って先にランナーをカットした状態から進めていきます。ランナーからのパーツのカットはタミヤの薄刃ニッパーを使って組み立てを始める前にあらかじめ行って準備をしています。パーツのはめ込み時に固定箇所にはプラモデル用接着剤を流し込み処理しています。使っているのはミスターセメント流し込みタイプです。低粘度の接着剤で樹脂入りサラサラした液状タイプです。合わせたパーツ同士の隙間に毛細管現象を利用して流し込み、パーツ同士を強力接着します。キャップに合わせ目への流し込みに便利な面相筆が装着されています。背中に取り付けるバックパック、飛遊艇の神器を組み上げていきます。後期ガンダムはかつて4代目大将軍が鬼退治をしたという大江山の出身で、鬼の面にマントという姿で成敗するところから正義の鬼将軍と呼ばれたりもしています。無塗装の後期ガンダムをフロントビューからリアビュー。塗装前にミスタースーパークリア艶消しを吹き、下地を作っておきます。ここからは水性アクリル塗料で塗装です。使用したカラーごとにダイジェストにまとめています。まずは下地塗装。主に青のカラーパーツで色分けが必要な箇所に、下デルカラーのレイヤーホワイトスカーを水で溶いて薄めた状態で塗りました。この後の塗装が楽になるので、このベース塗装は意外と重要です。色分けする箇所が明示されるので気持ち的にも楽になってきます。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケなどを使って時短させて効率よくペイントをしました。オール筆塗りで仕上げました。面相筆、極細筆ともに基本的には使い切りの安価なものを使っています。とはいえ洗浄して毛先を整えれば数回は使えます。この塗装で用いた塗料はこちら。赤です。鮮やかなレッドカラー。ファレホのゲームカラーブラッディレッドです。肩アーマーなどに。一部緑。ファレホのモデルカラーミディアムオリーブを使いました。銀色を使いました。ファレホのゲームカラーでシルバーです。刀の刃や肩アーマー、神器などに。塗装に要した時間は約50分でした。兜や刀、飛遊艇の神器などキット構成ではシールでの色分け対応になっていた箇所に主にシタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーです。ゴールド、粘性高く隠蔽力の強い塗料です。塗装面積が大きいので多少は仕方ないとはいえ、できるだけムラにならないように丁寧に色をのせていきました。シタデルカラーはミニチュアホビー用の水性塗料でイギリス生まれ。特徴的なミニ容器に入ったマットな質感、粘性高く隠蔽力の強いカラー種の塗料。兜、刀などにシタデルカラーのベース、アイアンウォリアーを塗りました。濃いシルバー、鋼のカラーです。黒です。ファレホのゲームカラーでブラック。ここで白を上塗りです。今度はパレホのゲームカラーでデッドホワイト。純白カラーで粘性高く隠蔽力強い塗料です。キッ
元では布シールでの色分け対応になっていた気風力のマントに、青白の清芸カラーをそのまま生かすパーツにハケで一気にシタデルカラーのテクニカル特殊効果が表現できるカラー種にあるマットな質感に変える透明塗料ストームシールドを使いました。色塗り後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。塗装し終わったパーツを組み上げていきます。武装ルックス出身などから4代目大将軍アレックスの再来を感じさせ、生まれ変わりであると噂されます。武器は刀鬼切丸、7人の超将軍編最初のキットでした。このキットは1994年2月に発売されました。 BB 戦士は1987年に発売開始されたガンダムシリーズのモビールスーツが2、3頭身のキャラクターとして登場してくる、いわゆる SD ガンダムのプラモデルで通算ナンバー400を超えるロングセラーとなりました。このパートでは前回作った軽装タイプに武装する形で後期ガンダムを組み上げました。旅姿非遊郭形態は今回は組みませんでしたので、またの機会に。フロントビューからリアビューまで、ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー123新 SD 戦国伝7人の超将軍編から後期ガンダムその2は武者形態の武装パーツを作り後期ガンダムを組み上げた制作記録でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。